おはようございます。こんにちは。夜見る方はこんばんは。じじいです。今日はですね、ちょっとぜひこんなソフビどうですかっていうご紹介。いつもそんな感じのことをやってるんですけど、探求しがいがあるソフビっていうんですかね。それの世界をちょっとご紹介しようかなと思ってます。はい。これですね。顔逆向いてる。こんにちは。ピン立ってるかな。動物ソフビですね。はい。これはピンクのライオンで、笛がついてて、ピント合わないかな。これ、笛です。ちょっとね、ちょっと音が寂しいですけど、鳴ってます。はい。で、なんでこの動物装備を紹介しよう。ごめんなさいね。なんでこの動物装備を、すいません、じじいね、さしすせそがうまくいけないんですよ。すいません、装備。はい。どうしてこの動物装備を紹介しようか。進めましょう。噛んでも気にしないでください。なんとなく伝わればみたいな感じで。どうしてこの装備を紹介しようかと思ったかというと、インディーズソフビからちょっと知って興味を持った方はまだ縁遠いのかもしれないですけど、昭和の当時もの、いわゆるヴィンテージっていう世界ですかね。後ろで言うとこれかな、この辺とかこれとか、ヴィンテージ、古い昭和のソフビなんですけど、その辺にちょっと興味を持ち始めた方とか、そこから興味を持った方にぜひおすすめなんですけど、マルサンブルマークってやっぱり昭和のねヴィンテージ装備を追いかけるとなったら割と外せないっていうか、そこじゃないですか、割とね集めてる人って。もちろんね、バンダイポピー版のロボットだったりとかライダーだったりとか、そっち方面の方もいると思うんですけど、すごく大きいのはやっぱり怪獣ソフビの世界。そのマルサンブルマークの時にいわゆるソフビの製造をしてた会社っていうのがあって、それが島田東衣さんっていう会社になります。その時代に動物ソフビこういうのを作ってたんですよ。でこれちょっと後から言いますけど、おそらく島田東衣だと思うんですけどちょっとわかんないです。それは後で説明しますね。でこの動物ソフビを作ってた原型師さんが丸三の最初の怪獣の原型を担当された方です。その方はもうずっとね怪獣の原型をその後担当されていくんですけど、この島田東衣さんの動物ソフビの原型をやられてました。はい。でそんな感じでその島田東衣さんと丸三さん、その後のブルーマークとの喧嘩じゃないです。なんて言うんだっけつながりそういうのすごく深くてですね、原型師の紹介を島田東衣さんがした。で、ソフビの生産を島田東衣さんがしてたみたいな感じで、だからブルマーク時代なんかは、刻印にね、島田東衣さんのその刻印を間違えて押しちゃって、そのまんま出荷して、次のロットからブルマークの刻印になったとか、そういった事件っていうかね、じじいのドジっ子みたいなもんですよね。そういうちょっとドジもこうやらかしたことがあったりとか、面白い会社なんですけど、はい。じゃあこいつのちょっと説明をします。これちょっと写真でやります。写真でちょっと加工して見やすくするんで、ここにジャパンと白鳥なのかななんだろう、鳥のマークが入ってるんですよね。で本来の島田東衣さんのそのマークってひよこなんですよ。でこれひよこじゃないんですよ。なんかその成長した鶏じゃないもんな、白鳥みたいな、なんか、でっかい、もしかしたらでっかいひよこなのかもしれないですけど、鳥のマークが入ってるんですよ。で当時ね、その怪獣ソフビの頃ってあちこちにそのパチモノの、要は偽物の怪獣装備を作るあちこちにそういう工場があったりとかしたぐらい、ものすごいその偽物を作る工場がいっぱいあったんですけど、この動物装備の頃って果たしてそういうのあったのかなっていう、っていうのも、この頃っていうのが、今ってその原材料ってその
その原材料を作る工場があって、そこから、原材料を仕入れてソフビの成形とかしてるんですけども、もう昭和30年代ぐらいの初頭とか、そんぐらいになるんですかねの時は、各工場がそのソフビの材料を作ってたんですよ。塩ビ、元となる塩ビですね、安定剤、そういったもの、いろんなそういう薬剤を調合して、そこに色となる顔料ですよねを加えて練って作ってたんですよ。結局そのソフビのロットによって柔らかさ硬さ、一緒ですね、が違ったりとか、そういったことがよく起きてたそうなんですよ。でそれで俺ちょっとって納得いったんですけど、たまにこのソフビなんだ変だぞ触り心地がっていうのがないですか？昔のソフビパチソフビとかすごく多いと思うんですけど、そういうのってそういうのなんだなと、そういうのってそういうのなんだなって、ちょっと説明が適当すぎて申し訳ないですけど、でそんな感じで誰しもがそんな簡単にやれた時代じゃなかったんですね。その怪獣ソフビの頃はもう原材料が工場から手に入って金型さえ作ってしまえばポン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 簡単に抜けた時代だったんですけど、で考えるとちょっと僕のこれはもうあれですよ、憶測ですよ。結局そのひよこマークって怪獣ソフビ時代の時にも間違えて押されたりとか、その頃も動物ソフビって島田東さんも作ってたんで、その頃ってひよこマークなんですよ。とこのね俺このピンクの虎自体これ買った時の1回しか見たことなくって、ちょっと珍しいなっていつも思ってたんですけど、もしかしたらですよ、だからこのマークってひよこマークより前の島田東さんのものなのかななんてちょっと思ってるんですよね。だからこのソフビの原料なんかも島田東さんが当時自分のところで練ってたやつかななんてちょっと思って、そんな感じでぜひ怪獣ソフビに興味持ち始めた方とかも怪獣ソフビのその前の世界みたいな感じで、原型師さんが同じなのでね、これはどうだか分かんないですよ本当にマークがおかしいし、そうだ、マークで言うとただメイドインジャパンって入ってるやつとか、ただジャパンって入ってるやつとかもあるんですよ。で島田東さん以外にも当時大越玩具製作所だけかな、そちらも動物ソフビをいっぱい出していて、そちらもすごく可愛いです。でね、なんでそんなにおすすめかっていうと、そういうソフビの元祖みたいな部分もあるんですけど、安いっすよ。そんな昭和30年代とか40年代のヴィンテージなのに、これちなみにね秋葉原のゴールデンエイジさんで500円で買いました。でマンダラケさんでいうと秋葉原にある店舗さんでコクーっていうねソフビに特化したもうソフビ専門店のものすごい大きいマンダラケさんの店舗があるんですけど、それのレジを背にして一番右奥の角のところにあるガラスのショーケース、激アツゾーンです。なんだかんだ僕はコクーさんに行くとそこのショーケースの前で眺めてることが一番多いです。で大概そこで1個買って帰るような感じで、そこにこういう動物装備とかちょっといろいろあるので、とにかく安くて集めやすいのと、あとなんか全容が分かってないんで探求していくのも面白いんじゃないかなと、趣味にしていくのにね。あともう一つ意味が分かんない装備もあります。これなんですけど、これはマンダラケの正大満線中野の店舗内のあちこちで行えた時があったんですよ。それのソフビのジャンク祭りの時に購入したやつなんですけど、なんかよくわかんないでしょ。強そうなパンダこれねマークがねこんなマークなんですよ。見えないですね。これも写真撮ってあれします。ちょっとよくわからないよくわからないそういう意味なんですけど、前習えみたいなね。これも安かったです。確か1000円か2000円ぐらいでした。安くて探求しがいがあってめちゃめちゃ可愛い、なんか至れり尽くせりじゃないですか。
もちろんね最近ソフビに興味を持たれた方へもおすすめなんですけど、古いソフビとか集めてる方にも是非、なかなか行き詰まることってあるじゃないですか。やっぱりその人気のあるやつで球数少ない古いやつとか値段がねえらい高いし、そんな時にふとこういうの何百円とかで買ってね、サイドコレクションじゃないけど、息抜きコレクションみたいな感じでやられてみてはいかがでしょうか、といったお話でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。ジジでした。